今日は日本人の給料について詳しく掘り下げてお話しします。このテーマは日本で生活したい外国人や日本の仕事に興味がある人にとってとても重要な話題ですね。日本の労働者の平均年収は約430万円とされています。この数字はすべての職種や年齢層を含めた平均値です。しかし、これは総額であり、手取り額ではありません。手取り額は税金や社会保険料を差し引いた後に実際に受け取る金額のことです。例えば、月収30万円の労働者の場合、手取り額は約24万円から25万円程度になることが多いです。ここで注目すべきなのは、年齢や経験によって給料が増える傾向があることです。20代では平均年収が約300万円から400万円。30代になると約400万円から500万円に上がり、40代では500万円から600万円。そして50代以上になると600万円を超える場合が一般的です。これらの数字は、日本の多くの企業で、年功序列という給与体系が根付いていることを反映しています。この制度では、経験や年齢が給料に直接影響する仕組みになっています。職業や業種によっても給料には大きな差があります。例えば、IT エンジニアや医者などの専門職は、他の業種と比べて高収入の傾向があります。IT エンジニアの場合、特にプログラミングや AI のスキルを持つ人材は非常に高い需要があります。これらの職種では、初任給が400万円を超えることもあり、経験を積むことで年収800万円以上を得ることも可能です。一方で、医者はさらに高収入の職業の一つであり、専門医としての資格を持つ場合や、大学病院で働く場合には、年収1000万円以上になることもあります。ただし、医者の仕事は非常に忙しく、長時間労働が求められることが多いため、収入と労働条件のバランスを考慮する必要があります。一方、サービス業や接客業などの職種では、給料が比較的低めになることが一般的です。例えば、コンビニや飲食店で働くアルバイトやパートタイムの時給は、全国平均で約1000円から1200円程度です。東京や大阪のような大都市では時給が高めに設定されることが多く、1500円以上になる場合もありますが、地方では時給が1000円を下回ることもあります。これらの仕事は外国人労働者が多く働く分野でもありますが、日本語のスキルが高いほど時給が上がる傾向があります。次に、地域による給料の違いについて詳しく見てみましょう。日本では、東京や大阪のような大都市と、地方都市や農村部とで給料に大きな差があります。例えば、東京の平均月収は約35万円から40万円とされていますが、地方では20万円から25万円程度が一般的です。東京は経済の中心地であり、多くの大企業が本社を構えているため、給料が高くなる傾向があります。しかし、東京での生活費は非常に高く、特に家賃が大きな負担となります。東京でワンルームマンションを借りる場合、家賃は10万円以上かかることが多いですが、地方では同じ金額で広い一戸建てを借りることが可能です。これにより、地方での生活は東京よりも経済的に余裕が生まれることがあります。日本の給料制度で特徴的な点の一つに、ボーナスの存在があります。ボーナスは賞与とも呼ばれ、ほとんどの企業で年に2回、夏と冬に支給されます。このボーナスは、企業の業績や従業員の個人評価によって金額が決まります。大手企業では月給の2倍から5倍のボーナスが支給されることが多く、年間収入を大きく押し上げる要因となっています。一方で、中小企業では月給1ヶ月分程度のボーナスが一般的です。公務員の場合はボーナスが比較的安定しており、給与体系が一定しているため、収入が予測しやすいという利点があります。また、
最近では成果報酬型のボーナス制度を導入する企業も増えており、個々のパフォーマンスが収入に直結するケースもあります。外国人労働者が日本で働く場合についても触れてみましょう。外国人労働者の給料は、日本人と同じ基準で決定されることが一般的です。ただし、日本語能力や専門スキルが給料に大きく影響します。例えば、日本語検定 N1 を持っている外国人は、ビジネスの場でのコミュニケーションが円滑に行えるため、給料が上がることが多いです。さらに、IT や医療といった専門分野での経験や資格を持っている場合は、初任給が高くなる傾向があります。一方、日本語がほとんど話せない場合は、アルバイトや単純作業に従事することが多く、給料は低めになることがあります。それでも、観光地や国際的な企業では英語を活かして働くチャンスも多く、特に外国人観光客が多い地域では英語スキルが重視されます。将来的には、日本の労働市場はさらに大きく変化することが予想されています。少子高齢化による労働力不足が深刻化しているため、外国人労働者の受け入れが拡大しています。また、リモートワークや副業など、柔軟な働き方が一般的になりつつあります。これに伴い、働き方改革が進み、労働環境の改善が期待されています。さらに、人工知能、AI やロボット技術の発展により、これまで人間が行っていた仕事が自動化される可能性があります。これにより、高度なスキルを持つ人材の需要がますます高まると考えられています。今日は日本人の給料について詳しくお話ししました。平均年収や業種、地域による違い、ボーナス制度、外国人労働者の給料事情、そして将来の見通しについて詳しく掘り下げました。この情報が日本での仕事や生活を考えている皆さんにとって役立つものであれば嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。今日は日本人の給料について詳しく掘り下げてお話しします。このテーマは日本で生活したい外国人や日本の仕事に興味がある人にとってとても重要な話題ですね。日本の労働者の平均年収は約430万円とされています。この数字はすべての職種や年齢層を含めた平均値です。しかし、これは総額であり、手取り額ではありません。手取り額は税金や社会保険料を差し引いた後に実際に受け取る金額のことです。例えば、月収30万円の労働者の場合、手取り額は約24万円から25万円程度になることが多いです。ここで注目すべきなのは、年齢や経験によって給料が増える傾向があることです。20代では平均年収が約300万円から400万円。30代になると約400万円から500万円に上がり、40代では500万円から600万円。そして50代以上になると600万円を超える場合が一般的です。これらの数字は、日本の多くの企業で、年功序列という給与体系が根付いていることを反映しています。この制度では、経験や年齢が給料に直接影響する仕組みになっています。職業や業種によっても給料には大きな差があります。例えば、IT エンジニアや医者などの専門職は、他の業種と比べて高収入の傾向があります。IT エンジニアの場合、特にプログラミングや AI のスキルを持つ人材は非常に高い需要があります。これらの職種では、初任給が400万円を超えることもあり、経験を積むことで年収800万円以上を得ることも可能です。一方で、医者はさらに高収入の職業の一つであり、専門医としての資格を持つ場合や、大学病院で働く場合には、年収1000万円以上になることもあります。ただし、医者の仕事は非常に忙しく、長時間労働が求められることが多いため、収入と労働条件のバランスを考慮する必要があります。一方、サービス業や接客業などの職種では、給料が比較的低めになることが一般的です。例えば、コンビニや飲食店で働くアルバイトやパートタイムの時給は、全国平均で約1000円から1200円程度です。
東京や大阪のような大都市では時給が高めに設定されることが多く、1500円以上になる場合もありますが、地方では時給が1000円を下回ることもあります。これらの仕事は外国人労働者が多く働く分野でもありますが、日本語のスキルが高いほど時給が上がる傾向があります。次に、地域による給料の違いについて詳しく見てみましょう。日本では、東京や大阪のような大都市と、地方都市や農村部とで給料に大きな差があります。例えば、東京の平均月収は約35万円から40万円とされていますが、地方では20万円から25万円程度が一般的です。東京は経済の中心地であり、多くの大企業が本社を構えているため、給料が高くなる傾向があります。しかし、東京での生活費は非常に高く、特に家賃が大きな負担となります。東京でワンルームマンションを借りる場合、家賃は10万円以上かかることが多いですが、地方では同じ金額で広い一戸建てを借りることが可能です。これにより、地方での生活は東京よりも経済的に余裕が生まれることがあります。日本の給料制度で特徴的な点の一つに、ボーナスの存在があります。ボーナスは賞与とも呼ばれ、ほとんどの企業で年に2回、夏と冬に支給されます。このボーナスは、企業の業績や従業員の個人評価によって金額が決まります。大手企業では月給の2倍から5倍のボーナスが支給されることが多く、年間収入を大きく押し上げる要因となっています。一方で、中小企業では月給1ヶ月分程度のボーナスが一般的です。公務員の場合はボーナスが比較的安定しており、給与体系が一定しているため、収入が予測しやすいという利点があります。また、最近では成果報酬型のボーナス制度を導入する企業も増えており、個々のパフォーマンスが収入に直結するケースもあります。外国人労働者が日本で働く場合についても触れてみましょう。外国人労働者の給料は、日本人と同じ基準で決定されることが一般的です。ただし、日本語能力や専門スキルが給料に大きく影響します。例えば、日本語検定 N1 を持っている外国人は、ビジネスの場でのコミュニケーションが円滑に行えるため、給料が上がることが多いです。さらに、IT や医療といった専門分野での経験や資格を持っている場合は、初任給が高くなる傾向があります。一方、日本語がほとんど話せない場合は、アルバイトや単純作業に従事することが多く、給料は低めになることがあります。それでも、観光地や国際的な企業では英語を活かして働くチャンスも多く、特に外国人観光客が多い地域では英語スキルが重視されます。将来的には、日本の労働市場はさらに大きく変化することが予想されています。少子高齢化による労働力不足が深刻化しているため、外国人労働者の受け入れが拡大しています。また、リモートワークや副業など、柔軟な働き方が一般的になりつつあります。これに伴い、働き方改革が進み、労働環境の改善が期待されています。さらに、人工知能、AI やロボット技術の発展により、これまで人間が行っていた仕事が自動化される可能性があります。これにより、高度なスキルを持つ人材の需要がますます高まると考えられています。今日は、日本人の給料について詳しくお話ししました。平均年収や業種、地域による違い、ボーナス制度、外国人労働者の給料事情、そして将来の見通しについて詳しく掘り下げました。この情報が、日本での仕事や生活を考えている皆さんにとって役立つものであれば嬉しいです。それでは、次回のエピソードでお会いしましょう。